こんにちは、さゆりです。皆さんお元気ですか？皆さんは今どこで生活していますか？誰と生活していますか？私は最近一人暮らしを始めました。今日は日本での一人暮らしについて話そうと思います。住むところはどうやって決めるのか、生活を始める前に何を準備しないといけないのか、生活費はどのくらいかかるのか、たくさん話したいことがあるのですが、その中でも今回は賃貸物件を選ぶときに何を重視するかについて話します。賃貸物件というのは家賃を払って借りる部屋のことです。重視というのは大切にするとか優先するというような意味です。皆さんは部屋を借りるときどうやって選びますか？日本での生活に興味がある方はぜひ聞いてみてくださいね。さて、はじめにも聞きましたが、皆さんは今どんなところに住んでいますか？駅の近くですか？静かな場所ですか？近くにどんな建物がありますか？今住んでいるところは自分で選びましたか？住むところを探すときには、こんなところに住みたいなという大切なポイントがありますよね。例えば、駅から近いところがいい。家賃が安いところがいい。綺麗な部屋がいいとか。私はよく車を運転するので、駅から近い方がいいという考えはあまりありませんでしたが、いつも家でオンラインレッスンをするので、できるだけ静かな方がいいなと考えていました。部屋を借りるときに何を重視するかについて100人にアンケートを取った結果を見つけたので、今回はこのアンケートの第5位から第1位までを紹介します。みんな部屋を探すとき、どんなことを気にするのでしょうか？一緒に確認してみましょう。第5位は同率で3つありました。1つ目は築年数。2つ目は会社までの通勤時間。そして3つ目はエリア、利用できる路線です。築年数は建物が完成してから今までの年数を指します。日本は地震が多いので、古い建物よりも新しくて耐震強度がしっかりしたものを選ぶ人が多いです。そして会社までの通勤時間を重視する方や、使える路線の数が多いことを大切にする人も多いです。第4位は最寄り駅までの距離です。駅からの距離は特にバスや電車などの公共交通機関を使う方にとっては重要なポイントですよね。第3位は間取りです。間取りとは部屋の配置や広さ、部屋の数のことです。日本では間取りを 1LDK など数字とアルファベットで表現します。例えば私は 1LDK の部屋に住んでいますが、これはリビング、ダイニング、キッチンが一つの空間にあって、寝室などが別になっているという意味です。間取りを選ぶときには、住む人数や生活スタイルによっても選び方が変わります。例えば家で仕事をする場合は静かな個室が必要かもしれませんね。第2位は立地と周辺環境です。立地がいいというと、駅やバス停が近くにあって生活に便利な施設が近くにあるということを言います。スーパーやコンビニ、病院、
学校が近くにあることや、治安が良くて安全に生活ができるエリアが重視されています。そして自然災害のリスクが低い場所を選ぶのも重要なポイントです。そして最後の第1位は家賃です。全体の約 40% の人が家賃を最も重視しています。家賃を重視する理由としては、生活の負担を減らすために収入に見合った家賃を選びたいという人や、将来のために節約を意識している人が多いようです。家賃は生活費の中でも大きな割合を占めるので、しっかり考えて物件を選ぶことはとても大切ですよね。今のランキングに入っているもの以外にも、他にもいくつかの具体的なポイントを考えることもあると思います。例えば、部屋の広さや部屋の階数です。階数というのは1階、2階、3階などのことです。トイレや浴室の位置、キッチンが使いやすいかなど、生活の快適さを左右する部分も大切ですよね。また、物件の契約の時には、保証人や敷金、礼金、契約期間などもチェックしなければいけません。保証人というのは、もし契約した人が家賃を払えなくなった時に、代わりに責任を負う人のことです。敷金、礼金は聞いたことがありますか？敷金というのは、もし家賃が払えなかったり、契約が終わるときに部屋の中を修理しないといけないときに使われるようなお金のことです。礼金は部屋を借りるときに大家さんに払うお礼のお金です。契約するときに家賃の1ヶ月分、2ヶ月分ぐらい払うことが多いです。最近は敷金、礼金なしの賃貸物件も増えているようです。もしわからないことがあるときは、不動産屋さんに聞くと優しく教えてくれると思います。私は引っ越ししてから1週間ぐらい経ちますが、この1週間は大きな問題もなく快適に生活できています。今日のポッドキャストでは賃貸物件を借りるときに重視するポイントについて話しましたが、これから一人暮らしをする方や日本で生活を始める予定の方にとって少しでも参考になれば嬉しいです。このポッドキャストのスクリプトが見たい方は概要欄にある URL から見ることができるので、ぜひチェックしてみてください。そして今日本語の勉強をしている方、私はオンラインで日本語のレッスンをしています。興味のある方は概要欄にメールアドレスが書いてあるので、そこからメッセージをくださいね。それでは今日のポッドキャストはここで終わります。また次のポッドキャストでお会いしましょう。